監督生から聞いてた通り、マジでいいやつだったな。ナイトレイブンカレッジにはいないタイプだ。ああいうことをさらっと言えるのが真の優等生ってやつかもしれない。グリムが起こしに来た時、絶対嘘だと思ってた。俺もだ。長期戦を覚悟してたから。こんなに簡単に会えちまって、むしろ拍子抜けだぜ。はっ、今日の話をレポートにまとめねば。誰かメモを取っていないのか。やべ、何話したっけ？車の話？魔法の話と、あとシルバー先輩のセーターについて。なんだその曖昧な記憶は。それではレポートが書けないではないか。そういうお前は覚えてんのかよ。マレウス様の偉大さの一端をミッキーに伝えた。一番どうでもいい情報だろそれ。もうみんなの記憶容量貧弱すぎない？ミッキーとの交信内容を音声認識システムで文字起こし開始。参加メンバー、開始時刻、終了時刻、更新継続時間、すべてのデータを記録しました。後ほど調査レポートとして全員に共有します。さすがオルト、助かる。けど文字起こしだけじゃ不十分。各自の観察ポイントや気づきを報告し合って多角的に分析することがレポート作成の基本だからね。なら忘れねえうちに今夜気づいたことを共有しておくか。まずやっぱりミッキーの世界って僕らの世界と文明的にそんなに差がなさそうだよね。ああ、車も電話もテレビもあるって言ってたな。ミッキーの乗ってる車どんな車なんだろう。排気量がどれくらいか次に会えたら聞いてみよう。それよりも重要なのは、ミッキーの世界にはこちらの世界のように体系化された魔法がないということだろう。それ資格持ってる魔法師もいないっぽいし、ミッキーはああ言ってたけど、監督生の元いた世界と同じ魔法のない世界って思っといた方が良さげ。魔法のない世界か。時にグリム、シルバー、お前たちはあの夢の部屋では魔法が使えたのか。当たり前だろ。俺様の魔法で闇をやっつけてやったんだぞ。俺もミートインアトリームを使いました。なるほど。つまり魔法が作用する範囲は夢の部屋までと考えた方が良さそうだ。あ、それかなり大事な情報だ。僕なんで今まで気づかなかったんだろう。グリムさんの武勇伝音声データとして37回も記録してるのに。俺様の活躍は何百回聞いても楽しいだろうが。で、何が大事なんだ？ミッキーがいた夢の部屋はツイステッドワンダーランドの魔法法則が適用される影響範囲内。つまりあの夢の部屋はミッキー側の世界で作り出されたものではなく、こちら側の世界で作り出された可能性が高いということだ。ここでシルバーのセーターの話につながるわけじゃ。夢というのはどんなに強烈な内容でも起きた後はぼんやりとしか覚えておらんことがほとんどじゃろ。そうですね。俺もほとんど忘れてしまいます。じゃがミッキーは夢の中での出来事を覚えておる。それもかなり鮮明に。つまりあやつは眠っておるようで眠っておらんのじゃ。それはどういうことですか、親父殿。お主らマレウスのフェイ・オブ・マレフィセンスで眠らされた時のことは覚えておるか？当たり前なんだぞ。忘れたくても忘れられるかってんだ。あの時お主らの体は深く眠っておった。だが夢の中の出来事は目覚めた後も鮮明に記憶が残ったであろう。つまり夢の部屋はマレウス様のフェイ・オブ・マレフィセンスのような魔法で作られた魔法領域。そしてミッキーはそこに迷い込んでいる。まだ憶測の域は出ないがの。だからリリアはミッキーに近くに心霊スポットのようなものはないかと尋ねたのだな。さよう。魔力濃度の高い場所ほど
ゴーストがその姿を表しやすい。ナイトレイブンカレッジのゴーストがはっきりした姿を持っているのも一体の魔力濃度が高いからじゃ。あちらの世界にも魔力という概念があるのかはまだわからない。だがこちらの世界の魔法が鏡を通してあちらの世界に漏れ出し、ミッキーの周辺に影響を及ぼしている可能性は高いな。あっちとかこっちとか頭がこんがらがってきたんだぞ。今の仮説を簡単に図にすると、こんな感じかな。今まで僕たちは、ミッキーが作り出した夢の世界を、オンボロ寮の鏡を通じて観測していると思ってた。でも実際は、ツイステッドワンダーランド側で作り出された魔法領域があって、両方の部屋の鏡が、そこにコネクトしている状態かもしれない。俺様たちがあの部屋に行った時は、窓もドアも開かなかったけど、ドアの外には全然別の世界があるかもしれねえってことか？その答えはここにいる誰にもわからん。そして憶測で論じても答えは出ない。やはり早急にこちらから鏡の中に入る方法を見つけ出し、現地調査をするべきだ。だね。夢の部屋を作ってるのがこっちの世界の魔法なら、僕たちがやれることも増えた感じがする。こっちからあの夢の部屋に行く方法か。フェイ・オブ・マレフィセンスで寝てた時にグリムたちはあの部屋に行けたんだろ？つまりもう一回ドラコニア先輩にフェイ・オブ・マレフィセンスで眠らせてもらえば。それはダメ。マレウスのユニーク魔法の使用は許可できん。もし大事になったらマレフィシア様の落雷千本ノックくらいじゃ済まんわ。それに何よりマレウスの身が危ない。まだ本調子ではないのだぞ。ステュークスとしても、マレウスさんのフェイ・オブ・マレフィセンスの再使用は許可できない。目付け役にそう言われては僕がうなずくわけにはいかないな。それに角が折れてしまった今、もし使えたとしても以前ほど長時間ユニーク魔法を使い続けることは難しいだろう。ですよね。すんません。一回成功してる方法だから、フェイ・オブ・マレフィセンスであの部屋に行くってのはアイデアとしてはありだけど、ちょっと試してみように対するリスクがでかすぎ。別の方法を考えるしかねえな。では鏡に入る方法に関しては文献などに当たりつつ、今後も予定通りに更新調査を続けていくことにしよう。気が遠くなるな。しょっぱなからミッキーに会えただけで御の字だろ。地道にやるしかねえ。焦らず試行錯誤をしていけばいずれ成果も得られよう。マレウス様ご誕生のため200年もの試行錯誤を重ねられたリリア様のお言葉、重みが違います。それじゃあ今日の話し合いをもとにレポートの制作を。待て、すでに午前1時を回った。もう寝る時間だ。小さいシュラウド。僕寝なくたって平気だよ。ダメだ。1時には消灯しろと学園長に言われている。お前が起きていれば監督役である僕たちも起きていなくてはならない。選抜選手であるわしらの健康第一。たっぷり寝てほしいと言ってくれたのは嘘か？いえ、1秒でも早く寝ましょう。オルト、貴様も寝ろ。今すぐにだ。はーい。チェ。高ぶる気持ちを抑え心身の回復に努める。それもこのじゃない、学生の務め。明日はいよいよ学園対抗戦初日じゃ。寝坊して遅刻するわけにはいかんぞ。でも興奮して眠れねほう。では僕が寝かしつけてやろうか。え。やっぱなんかすげえ眠くなってきたんだぞ。それでいい。では全員部屋に戻れ。しっかりと眠り明日に備えるがいい。はい。
ヒューマノイドは寝不足になんかならないのに。でもお前も学園の生徒になったんだ。ルールには従わないとな。そうだよ。俺ら生徒は消灯時間後にうろついてたら怒られるんだから。ルール以前に、もう眠気が限界だ。さっさと寝ようぜ。うん。僕は明日も当番だし、夜更かし厳禁。明日の当番は貴様と一緒か。他は誰だ？僕だよ。俺様と子分もいるんだぞ。なんとも頼りないメンバーだ。せいぜい僕と若様の足を引っ張らないようにしっかり寝ておくがいい。セベク君こそ、よーく寝ておいてよね。じゃ、今度こそおやすみ。みんな寝坊すんなよ。おやすみ。監督生さん、起きてる？もう朝だよ。もう朝か？うん、おはよう。二人とも昨日はあの後すぐ眠れた？興奮しちまって全然眠れなかったんだぞ。目がギンギンに冴えちまってよ。1時間はベッドの中でゴロゴロしてたかもしんねえ。さすが、学園一肝が座ってるだけある。そういうおめえはどうだったんだ？僕はビルさんに教わった方法で即ぐっすり。腹式呼吸を使った入眠法だったかな。ヨガとか体幹ストレッチみたいな感じで。っていうか、寝不足だとビルさんにすぐバレるから。そうなったら体調管理ができてないって外泊許可が出なくなっちゃう。だから昨日も気合い入れて寝たんだ。気合い入れて寝るって、なんか変なんだぞ。今度やり方を教えるね。って、のんびり話してる場合じゃなかった。急いで急いで。みんなもう下に集合してるはずだよ。おはよう。うわ、俺にも負けないすっげえ寝癖。準備ができたらグラウンドに行こう。学園対抗戦の開会式が始まる。今朝ランニングしてたら、もうあちこちにロイヤルソードアカデミーの生徒やら教師がうろついてた。グラウンドの周りには両対抗マジフト大会の時よりすげえ数の出店も並んでたぜ。自分が試合に出るわけじゃないってのに、やっぱ落ち着かねえもんだな。おい、そのボサボサ頭で若様の前に出るつもりか、監督生。不敬にも程があるぞ。開会式は午前10時開始予定だよ。あと30分しかないからヘアセットするなら急いで。よし、俺様も顔を洗ってくる。ロイヤルソードアカデミーの奴らの前で寝ぼけた顔してるわけにはいかねえんだぞ。待っててやるから、二人とも30秒でセットしてきて。はい、30、29、28。せかすんじゃねえ。俺たちは先に行ってる。急げよ。よっしゃ、今日はヘアスタイルもビシッと決まったんだぞ。開会式に出発。来た来た。間に合ったね。両対抗マジフト大会の時も VDC の時もすごい人だって思ったけど、今日はそれ以上じゃね？両校の生徒、その家族や招待客、 OB に魔法省関係者、試合を見に来た一般客もいる。あっちにはでかいカメラ持ったやつがうじゃうじゃいたぜ。マスコミ関係かもな。人だかりで前が見えねえんだぞ。ジャック、肩車しろ。ほら、人を踏み台にすんな。
降りろ。さすが学園対抗戦。取材メディアの数が両対抗マジフト大会の時の比じゃないね。しかも今回は記念すべき100回目の大会。観客数は推定で3万人を超える見込みらしいよ。3万人？賢者の島の総人口より多いじゃねえか。なんで VDC の時みたいにコロシアムを使わないんだろうって思ってたけど、そんなに多いんじゃ全然入りきらないよね。それほどの人数が若様のご意向を目にする。皆畏敬の念に打ち震えひざまずくに違いない。魔法災害にビビってマリウス先輩が出る日だけ観客少なかったりして。貴様無礼が過ぎるぞ。バッボーイ、もうすぐ開会式が始まるというのに、こんなところで何をしている？クルーエル先生、もうそんな時間ですか？昨日のホームルームでクラスごとの集合場所を伝えておいたはずだ。A 組はグラウンドの反対側だぞ。さっさとクラスごとに散れと言いたいところだが、どうせお前たちは応援くらいしかやることがないだろう。なら気心が知れた連中と存分に騒ぐのも一興だ。マジ？いいの？俺もかつては観客席で声援を送り、代表選手としてこの大会に出場したからこそわかる。観客席がおとなしいことほどつまらないものはない。せいぜい声を張り上げて我が校の選抜選手に声援を届けてやれ。ただし羽目を外しすぎるなよ。それからトレイン先生には見つからないよう。わかったか、子犬ども。はい。本当にいいのか？つうか俺はこいつらと一緒に見たいなんて一言も。まもなく開会式を開始いたします。ご来場の皆様は会場にお集まりください。開会式が始まっちまう。でも人が多すぎて前が何も見えねえ。僕も全然見えないかな。グラウンドって平坦だから他の人も選手が見えない気がする。っていうかパイプ椅子すらないわけ？クルーエル先生は声援を送れって言ってたけど、これじゃあ。おっと、こりゃいかん。スタジアムを出し忘れていた。秘技たる技出す不思議とさ、ちっちんのぷい。地面が揺れてる。何が起きてるんだ？見て、グラウンドが割れて下から何かが出てきた。体が押し上げられる。なんだこれは。うわすげえ！一瞬でグラウンドにスタジアムが立った。ここまでする？マジで気合入ってんじゃん。魔法ってやっぱりすげえ！こんなの初めて！最高！失礼。では改めて。ただいまより第100回魔法師養成学園対抗競技会の開会式を行います。選手入場。先導は前大会栄誉選手ロイヤルソードアカデミー卒業生の皆さんです。続いて優勝カップ、魔法賞旗、大会旗が続きます。前年度優勝校ロイヤルソードアカデミー、99連覇の栄光を背負い堂々の入場です。やっぱりロイヤルソードアカデミーの制服
王子様みたい。去年の団結力すごかったよね。あの連携プレーは圧巻だった。今年の選手も全員精悍な面構えだ。実に頼もしい。100連覇がかかってる。頑張れロイヤルソードアカデミー。さすがロイヤルソードアカデミー。白い歯と爽やかな笑顔で好感度はバッチリって感じ。うちの学園のやつらいつもあいつらの文句ばっか言ってるよな。俺様も VDC で負けたから好きじゃねえんだぞ。そういやグリムはナイトレイブンカレッジの入学式に乗り込んできたけど、あっちの学校には乗り込んでいかなかったのか？俺様ナイトレイブンカレッジしか知らなかったんだぞ。ロイヤルソードアカデミーを知らねえってどんだけ世間知らずなんだよ。にゃにょ。じゃあおめえはロイヤルソードアカデミーに詳しいってのか？詳しいってほどじゃないけどお前よりは知ってるだろうね。あっちの学園にもグレートセブンとは違う7人の偉人の精神をモットーとした7つの寮があるんだよな。輝ける7人、レディアントセブン、偉大なる7人たるグレートセブンと双璧をなす偉人たちだ。魔法史に伝承と名前がよく出てくるよね。全然記憶にねえんだぞ。俺様がまだ習ってねえところかも。そんなわけあるか。1年最初の期末テストの範囲にも出てただろう。何もわからないんじゃ試合を見てても面白くないだろう。僕が教えてやるよ。行進の先頭を歩いてる赤い魔法石のブローチをつけてるのは確か綺麗な姫の優しさを大事にしてるなんとか寮だ。全然わかんねえんだぞ。雪のように汚れない心を持つ清廉な姫。辛い時も周りの人や動物に手を差し伸べ続けたすごく優しい偉人かな。へえ、おめえも魔法師の成績悪いってのによく覚えてたな、エペル。ちょっとグリム君たちほどは悪くないよ。あそこはネージュがいる寮なんだ。その名もシャルブランシュ寮。ロイヤルソードアカデミーの中でも一番古い寮でコムフィオーレの永遠のライバルなんだって。寮の先輩たちが言ってた。でも優しいだけで偉人になるってなんか納得いかねえな。グレートセブンの方がすげえんだぞ。僕もそう思う。ビルさんが言ってた愛らしさは強さみたいな感じなのかな。その後ろで空色のブローチをつけてるのはオーラリーム寮でしょ。兄貴が学園対抗戦に出た時対戦相手にいたから覚えてる。無垢な冒険者の寮だよな。この偉人はバラの王国で有名だから僕でも知ってるぞ。不思議な世界を旅した冒険者、涙の海や暗い森も恐れずに突き進んだって話。好奇心が抑えられなくて考えなしに突っ走ってただけって説もあるらしいけどね。好奇心が強くて考えなしエースとデュースみてえなやつじゃねえか。はあ、それを言うならお前の方だろ。好奇心で何でも口に入れるんだから。何でも口に入れてるわけじゃねえ。俺様は美食研究会の会長として。はいはい、そこまで。オーラリーム寮はもう通り過ぎちゃったよ。